アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。アイスファイアースネークヘッドが入って完成ですと言いたいんですが、もうちょっとだけ手を入れたいんでこちらを用意しました。ブセファランドラ SP ラマンダウです。これブセが欲しいっていうよりは水草の色合いとしてワンポイント欲しかったっていう感じです。こちらはアクアテイク E で4ポット買ってきました。特売で2ポット2980円です。安いと思います。ブセファランドラはうちの中性で高度が少し高い水質に合ってるんじゃないかなって考えてます。そしてもう一種類、クリプトコリネウェンティグリーンです。これの使い道はまた後ほどお話しします。では準備していきましょう。ブセファランドラはソイルに植えてあったんで、特に何か処理が必要な感じではありませんでした。根っことかは切らず何もしないでそのまま進めます。クリプトコリネウェンティグリーンの方はロックウールを外さなきゃダメですね。結構根っこも絡んでましたが、かなり細かく株が分かれるのでそこまで大変じゃなかったです。こんな感じでバラバラにほぐしてから水の中で細かい清掃を丁寧にしておきます。これでまず最初の処理は完了です。次にいつもの通り水草その前にでトリートメントです。水草その前については14番目の動画で少しだけ詳しくやってるんで、よかったら見てみてください。全然水に溶けないこの粉を一生懸命かき混ぜて、今回はすべて3分だけつけておくことにしました。正式な手順じゃないんで、この辺の考えも14番目の動画をご覧ください。全部浸して、なんかこれウルトラ Q みたいになってますよね。で終わったら水道水で洗って、ブセファランドラはサムライラバーロックに巻いておきます。アクアテイク E で売ってる溶岩石みたいなやつですね。これも一緒に買ってきました。溶岩石なんですけど、質感がちょっと違う気がして、石と溶岩石の中間みたいな見た目してます。で、これに結び体でくっつけます。23番目の動画で使ってたやつですね。ビニ体のヒラヒラ部分がないやつと思ってください。僕はこれ、石にくっつけるときはもう一押しです。で、ささっと一株完了です。で、これを全部作業しますが、実は溶岩石を使ったのはこれが初めてで、普通の石と違って、結び体とか水草が引っかかるような感じですごい使いやすいですね。水草の根もくっつきやすいらしいです。で、これをすべて作業をして完了です。4ポット買いましたが、10株作れました。この濃い色がすごくいいですね。では水槽に配置です。36番目の動画を見てもらえばわかるんですけど、当初水系に組み込む予定だったミクロソリウムとウィローモスが少なくなっちゃってるんで、前の方がアヌビアス7だらけになってしまってます。で、これがちょっと気に入らなくて、ここに調子の違う水草をなんか入れたかったんですよね。岩とか隙間に生えてて、ここから大きな変化を求めるとすると、今の僕にはブセファランドラしか思い浮かびませんでした。そしてクリプトコリネウェンティグリーンに関しては、後ろの方に植えてます。バリスネリアスピラリスが大きくなるにつれて、葉が増えた分、当然根元の方も太くなるんですが、低床に植えてある部分がすごい目立つようになってきちゃったんですね。なので、そこを隠すように、ある程度大きく広がってくれて、アヌビアス7とは違う見た目で、自分の水槽でもいけそうなものをっていうことで、これを選びました。で、レイアウトの話なんですけど、アクアリウムを実際にやってみて、初めて気づいたことがあります。それは、水槽を見る角度についてです。皆さんは、レイアウトを考えるとき、どういう絵を想像しますか？経験のない僕は、コンテストの写真のような正面から見た水景を常にイメージして考えてたんですね。だけど実際の生活だと水槽をその真正面から見るっていうことは意外と少なくて、こう上の方から見下ろす感じとか、歩きながら斜めにチラッと見るとか、そういう風に流れの中で目をやるっていうことが生活の中では多い気がするんです。そうすると正面では隠せてたものが角度によって目につくようになってくるんですよね。それがこのバリスネリアスピーラリスの根元のところでした。
特にこの辺です。もちろん植物の成長が予想しきれてないっていう部分もあると思います。なので角度によって隙間になるところをクリプトコリネウェンティグリーンを使ってカバーしていこうと思いました。これで植栽は完了です。同時に避難用水槽にも変更があります。スネークヘッドの仮住まいが空いたんで、ここに南沼エビとプレミアムモスだけを移動します。いくら避難用水槽とはいえ、カージナルテトラにはもう少し綺麗な環境を用意してあげたいんですよね。で、エビの方は41番目の動画と同じくペットボトルの罠を使って移動します。水槽も小さいんで簡単に集まってくれました。照明が足りないんでこちらを用意しました。ジェックスのフラッティです。プレミアムモスと南沼エビしかいないんで、とにかくシンプルなやつにしました。USB 電源のものです。こんな感じですごく小さくて結構好きなデザインです。付属のシリコンを貼り付けて蓋に直接置く設置方法を選びました。壁面につけるパーツも付属されてます。この2つの水槽照明を管理するためにスマートタップも用意しました。これ Amazon で買ったやつです。メイン水槽の照明がアプリで光をプログラムできるんで、もうちょっと手動で切ったりつけたりするのは面倒に思っちゃってます。配線も終わらせて点灯も OK です。水温計もスネークヘッドの時点で用意してありました。あとはプレミアムモスをもう入るだけ全部移動します。見ての通りまた水槽が増えた感はありますが、この小さい水槽2つの状況は僕は全く納得いってないです。なので、このままずっと管理するつもりはありません。あと、水槽をどんどん増やしたいとも僕は思ってません。自分の生活ペースを崩さない範囲で、ちゃんと区切りをつけるつもりですが、みんなそう思ってたらいつの間にか10個になってんだよって言われたら、ちょっと反論のしようもありませんね。小さい魚をどうやって楽しむかっていうのは、もう僕の中で目標が定まってるんで、これはまた色々やっていく予定なんで、楽しみにしててください。で、移動も終わって、水替えもして、この2つの水槽は一応すべて着地っていうことになります。ちなみにまたフィルターが入れ替えてあります。魚が入ってる水槽に水中モーターっていうのがちょっと僕は気に入らなかったんで、入れ替えました。これで完成っていう感じですね。今はとりあえずこの状況で飼育を続けるんですけど、こういう小さい水槽を管理することで、90センチ水槽とはちょっと違う、いろいろ勉強できる面があるんじゃないかなと僕は考えてます。とりあえずはこれで飼育していこうと思います。では、メイン水槽のブセとかを入れてから1週間後の映像をご覧ください。クリプトコリネウェンティグリーンは水上葉からの切り替わりで溶ける葉っぱが目立つようになりました。つっても僕見た目で水上葉か水中葉かよく分かってないんですけどね。そしてブセファランドラの方はもう新芽が葉っぱになりだしてて、その横につぼみみたいなのが伸びてきてます。これなんだって思ったんですけど、この1週間後に花が咲きました。で、ブセは花が咲くらしくて、そんなの全然知らなかったんですけど、ちなみに4箇所で花とかつぼみが出てます。で、調べたら栄養面的にはこれは切った方がいいっていう話もあったんですが、正直余計なことしたくないんで、このまま放っておきます。で、花を楽しめるのかなと思ったら、咲いたらすぐ花びらは落ちちゃいました。ブセファランドラも順調に成長してるっていうことでいいと思います。もうこの水槽も僕が思う理想形までほぼ進みました。前景のウィローモスが消えたところがまだ少し気になるんで、そこをどうするかちょっと考えてきたことを試してみるんで、次回それを動画にして、あと細かいことを少しやって一旦この水槽の着地点としたいと思います。では今回使った金額です。ブセファランドラ SP ラマンダウ2ポット2580円を2つ買って5160円。クリプトコリネウェンティグリーン980円。サムライラバーロック小石の袋売りで980円。ここまで全てアクアテイク E で購入です。水草その前に182円。リーフデジタル温度計兼水温計780円。スマートタップ Amazon で買いました。4780円。ここまで合計で25万3977円となりました。そして次回、ついに水槽が完成します。楽しみです。つってももうほぼ全容は見えてるけどね。それではまた。